こんにちは、ソニック研究員の KT です。どうも、助手のマルルです。今回は、シリーズ3作目にして初の外伝作、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD について解説します。おう、メタルソニックがいるぜ。外伝作でありながらシリーズの主要キャラが2人も登場し、さらに技術の進歩で表現方法が広がったこともあり、今でも多くのファンを抱える人気作。そんなソニック・ザ・ヘッジホッグ CD について、基礎的な内容からマニアックな要素まで完全網羅していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、今回使う映像はオリジナル版ではなく、ソニックジェムズコレクションというソフトに移植された際のものを使用していますので、その点だけご了承ください。またこのチャンネルでは、ソニックのソフトやキャラクター紹介、ランキング動画や、最新ゲームのレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、早速スタートです。ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD は1993年9月23日に日本で発売され、その後、同年10月にヨーロッパ、11月にアメリカで発売されました。今作はメガドライブの周辺機器、メガ CD 用に発売されたゲームです。メガ CD ってなんだ？メガ CD は1991年に発売されたメガドライブ用の周辺機器で、これを使うと CD ロムソフトで遊ぶことができます。使い方は、メガ CD の上部にメガドライブ本体を装着するというものです。まだカートリッジ型のゲームソフトが主流だった時期にいち早く CD の将来性に着目して開発されましたが、その価格は、49,800円と非常に高価なものでした。49,800円。ゲーム機本体並みじゃないか。当時はコンビニの最低時給が500円台だった時期なので、今の感覚よりもっと高級品だったと思います。しかしその分性能は格段に向上しており、そんなメガ CD 用に作られたソニック CD はグラフィック面やサウンド面が大きく進化しています。中でもわかりやすい進化は、オープニングとエンディングにアニメーションが用意されたことです。今では当たり前のことですが、これも CD ロムソフトだからこそできたことなんですね。当時遊んだ人は感動しただろうな。2D 時代のソニックかわいい。また今作はソニック・ザ・ヘッジホッグ2の後に作られたゲームですが、プレイヤーキャラがソニックのみである点や、スーパーソニックがない点、また全体の雰囲気からも、どちらかというと初代ソニック・ザ・ヘッジホッグに近いゲーム性になっています。スペシャルステージへの入り方も、2ではなく初代と同じですね。これは当時の開発環境によるもので、このソニック CD がソニック・ザ・ヘッジホッグ2の制作に関わらなかったメンバーによって作られたからだと言われています。前回ソニック・ザ・ヘッジホッグ2はアメリカで開発されたと説明しましたが、その時日本に残ったメンバーが、このソニック・ザ・ヘッジホッグ CD を開発していたんですね。開発時期も重複していたそうで、例えば今作で初登場したソニックのライバル、メタルソニックと、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2のラストステージで登場したメカソニックのデザインが被らないよう調整なんかもされていたそうです。確かにコンセプト同じだから下手すると被っちゃうもんな。別々のチームで作ってたからこそのエピソードってことか。こういう裏話って面白いですよね。また今作では、ソニックシリーズの主要キャラクターが2人初登場します。一人は今紹介したメタルソニックで、エッグマンが対ソニック用に作ったロボットです。ソニックと同程度の戦闘力やスピードを誇っており、今作以降もたびたびソニックと戦うことになるライバルです。メタルソニックのデザイン秀逸だよな。ロボットだというのも、悪者だというのも、ソニックに似せて作られたっていうのも全部一目でわかる。全く同感です。また今作ではあまり描かれていませんが、しっかり自我を持っていてソニックに対抗心を燃やしてる点も押せますね。そしてもう一人は、ソニックシリーズのヒロイン、エミー・ローズです。エミー来たー。エミーはハリネズミの女の子で、占いが大好きです。カードのお告げによって今作の舞台、リトルプラネットを訪れてソニックと出会いますが、ゲームの途中でメタルソニックに捕まってしまいます。実はこれよりも前にソニックの漫画や小説で登場していたのですが、ゲームでは今作で初登場しました。エミーのデザイン最近のとだいぶ違うよな。エミーといえば活発な性格というイメージですが、この頃はむしろおしとやかでした。しかし2018年に公開された 2D ソニックたちのショートアニメーション、ソニックマニアアドベンチャーズでは、デザインこそ昔のままですがその性格は現在の活発なものになっていました。しっかりハンマーも持ってる。それでは続いて、今作のストーリーをご紹介します。先ほども少し触れましたが、今作の舞台はリトルプラネットという小さな星。この星には時間を自由に支配できる不思議な石、タイムストーンが眠っており、1年に一度ネバーレイクという湖の上空にやってきます。そんなリトルプラネットを一目見ようとソニックがネバーレイクまでやってきたところ、なんとリトルプラネットが上空に固定され、さらには巨大な要塞が作られていました。タイムストーンに目をつけたドクター・エッグマンが全てのタイムストーンを手に入れるため、リトルプラネットを支配してしまっていたのです。そうと知ったソニックはリトルプラネットを解放するため、エッグマンの作った要塞の中へ駆け出したのでした。
ということで、今回も世界征服を目論むエッグマンを倒すというのが、ゲームの目的になります。星を固定するってむちゃくちゃだな。その技術があれば世界征服くらいできそうな気がするが。そこは突っ込んではいけないところです。続いては、今作のゲームシステムについてご紹介します。先ほどご説明したように、今作は初代ソニック・ザ・ヘッジホッグに近いゲーム性を有しているのですが、アクション面に関しては、前作ソニック・ザ・ヘッジホッグ2で登場したスピンダッシュもきちんと実装されています。しかしその仕様は若干変更されていて、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2では好きなタイミングでダッシュできたのに対し、今作ではある程度その場で回転してからじゃないとダッシュできないようになっています。続いて今作のステージですが、今作ではステージの呼び名がこれまでと変わっており、これまでのゾーン、アクトという名称から、ラウンド、ゾーンという呼び名になっています。ゾーンがラウンド、アクトがゾーンになったというイメージですね。ゾーンが被っててわかりづらいな。なんとかついてきてください。ステージの構成は、ラウンドが全部で7つあり、そのそれぞれに3つのゾーンがあるというものです。そして各ラウンドのゾーン3では、ボスと戦います。ちょっと混乱してきた。要は初代とほぼ同じってことか？要はそういうことです。それでは、今作に登場するラウンドを簡単にご紹介しましょう。まずはラウンド1、ファーム3パニック。亜熱帯のステージで、過去作の第1ステージ、グリーンヒルやエメラルドヒルに似たステージです。続いてラウンド2、コリジョンカオス。初代のスプリングヤードゾーン、2のカジノナイトゾーンでもおなじみの、ピンボールやスプリングなどのギミックがあるステージです。ラウンド3、タイダルテンペスト。水没しかけている遺跡のステージで、色合いは異なりますが、コンセプトとしては初代のラビリンスゾーンに近いです。シリーズおなじみの水中ステージだな。ラウンド4、クォーツクワドラント。クリスタルの採掘所跡で、螺旋状のパイプやベルトコンベアなどが設置されています。ラウンド5、ワッキーワークベンチ。とある工場内を駆け巡るステージで、触れるととんでもない高さにジャンプする床など個性的なギミックが登場します。ラウンド6、スターダストスピードウェイ。星空をバックに夜の街を進むステージで、星やライトなど、色々な光に溢れた綺麗なステージです。ゾーン3では、ソニック20周年記念作のソニックジェネレーションズでもリメイクされた、メタルソニックとのレースバトルが待っています。ラウンド7、メタルマットネス。今作の最終ラウンドで、エッグマンの要塞です。最終ステージなだけあって色々なギミックがあり、難易度は高めです。確かにどことなく初代ソニック・ザ・ヘッジホッグに近いステージが多いな。てかどのラウンドもめちゃくちゃ名前かっこいいんだが。わかります。なんとも中二心をくすぐるネーミングですよね。また今作には、タイムワープ機能というとても特徴的なシステムがあります。ステージのどこかにこのようなパスと、もしくはフューチャーと書かれた看板があり、これらを通過した後一定時間走り続けると、なんと看板に対応した時代へタイムワープするのです。マジか、なんだその機能。先ほど説明したように今作は時間を操るタイムストーンが眠る星が舞台なので、その設定を活かしたシステムですね。ちなみにそこまで大きく時代を超えるわけではなく、過去はエッグマンがリトルプラネットを支配する直前、未来はエッグマンが完全にリトルプラネットを支配した世界になります。しかし、ゾーン1と2の過去にあるこの装置。これは現代から過去へエッグマンのメカを転送する機械なのですが、各ラウンドにおいてゾーン1と2両方の機械を破壊すると、そのラウンドの未来が明るく平和な世界に変わります。各ステージに過去と現代と2つの未来があるってことか。改めてすごいボリュームだな。なおこのタイムワープ機能はやり込み要素で、普通にエンディングを目指すだけならこれまでのゲームと同様各ステージを順番にクリアしていけばいいのですが、すべてのラウンドで過去の機械を破壊して未来を平和にすると、真のエンディングを見ることができます。一方で真のエンディングを見る方法はもう一つあり、それは、すべてのタイムストーンを集めるというものです。過去作のカオスエメラルド集めみたいなもんだな。タイムストーンはどうやったら手に入るんだ？毎度おなじみ、スペシャルステージをクリアすると入手することができます。先ほど少し触れましたが、今作のスペシャルステージは初代ソニック・ザ・ヘッジホッグと同様、リングを50枚持った状態でゴールまでたどり着くと巨大なリングが出現し、このリングに触れると入ることができます。しかしその内容は今作オリジナルのもので、3D マップ上でソニックを動かし、上空に浮いている UFO を撃墜するというもの。制限時間内に全ての UFO を撃墜することができれば、タイムストーンを入手することができます。ただ UFO は常に動き回っていて攻撃を当てづらい上に、ステージ上の水に触れると大幅に制限時間が減ってしまうので、かなり難易度の高いスペシャルステージになっています。なるほどな。新エンディング見るだけなら全ラウンドの未来を平和にする方が簡単かもしれないぜ。どちらのやり方でも新エンディングを見ることができるので、ぜひやりやすい方で進めてみてください。また今作から、念願のセーブ機能が実装されました。ただしいつでもセーブできるわけではなく、ラウンドをクリアしたタイミングでオートセーブされる仕組みです。
例えばゾーン3でゲームオーバーになってしまうとまたそのラウンドのゾーン1からになってしまうので、注意が必要です。ついにセーブ機能来たか。制約はあるみたいだけどそれでもめちゃくちゃ便利になったな。間違いないですね。また、ステージクリアまでのタイムを競うタイムアタック機能も用意されています。これによりクリア後の楽しみが増えたというのはもちろんですが、一度クリアしたステージであればどこでも挑戦できるというのが嬉しいところ。前作までは隠しコマンドといった裏技を使わない限り毎回最初のステージから始めなければならなかったのですが、このタイムアタックが実装されたことで好きなステージを簡単に遊べるようになり、格段に遊びやすくなりました。最後に、今作の隠しコマンドをご紹介します。もはや恒例だな。まずは毎度おなじみの、ステージセレクト。タイトル画面で、上、下、左、右、B、と押すと、ステージセレクト画面になります。左の数字がラウンド、真ん中がゾーン、そして右のアルファベットがどの時代かを表しているので、これらを調整して遊びたいステージを選ぶという仕組みです。ちなみにアルファベットは、A が現在、B が過去、C が平和な未来、D が荒廃した未来です。今作ではタイムアタックで好きなステージを選べたり、セーブ機能も実装されているので過去作に比べるとステージセレクトの利点は薄いのですが、時代も選べるのはこのステージセレクトのみなので、ソニック・ザ・ヘッジホップ CD を隅々まで堪能したい人にはおすすめの機能です。続いては、右、上、下、C というコマンド。このコマンドを入力すると、開発スタッフのベストタイムを見ることができます。全ステージのベストタイムが掲載されているので、タイムアタックに挑戦するときの目安にちょうどいいですね。ほとんどのステージ1分以内でクリアしてるな。今作のステージは全体的に短めなんですよね。続いては、下、左、右、A というコマンド。このコマンドを入力すると、サウンドテストモードに入ります。ゲーム中の色々な曲や効果音を聞くことができるのですが、実は、このサウンドテストモードの曲番号を特定の組み合わせにすると、いろんな隠しイラストが見られます。なお、メガ CD 版には今画面に映っている PCM と DA に加えて FM という項目もあったので、ここではその番号も一緒にご紹介します。まずはこちらのイラスト。おお、ソニックがラップしてるのか。DJ エッグマン。お次はこれです。うわぁ、かわいい。URQ。続いてはこちら。ソニック。次のイラストです。うわぁ。こちらはマジンガと呼ばれる絵で、かなり有名なので見たことある方もいるかもしれません。ちなみに最近、ソニック公式ツイッターのハロウィンイラストに登場しました。最後は、こちらのテイルスのイラストです。何枚か変なのあったな。ちなみに、最後のテイルスのイラストを見た後にゲームを始めると、なんとエディットモードが始まります。急に。過去作のエディットモードと同様 B でソニックが変身して、A で別のものに変更。そして C で設置です。外伝作でもこのモードはしっかりあるんだな。以上、ソニック・ザ・ヘッジホップ CD の解説でした。キャラクターが増えて賑やかになってきたな。あとアニメーションとかタイムワープとか、新しい要素がたくさんあって面白かったぜ。現状だと移植版があまり出てないので遊びづらいですが、2022年に発売予定のソニックオリジンズに収録される予定なので、ぜひいろんな人に遊んでほしいです。また今回の動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価、ゲームに関するコメントをぜひよろしくお願いします。たくさんのコメント待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。